あ、来てる。あ、シェイクで来た。ちょっと待って。よいしょよいしょ。タモがちっちゃいんだこれ。おいちどこちどこ。はい、今日は河口にやってきました。ここでね、とある高級魚を狙っていきます。水深はかなり浅いんですが、今からね干潮の時間に近づくのでもっと下がってきます。1メートルもないんじゃないかと思います。ロッドがフィッシングユーさんオリジナルアンロックの黒鯛 7.8 フィート、リールが3000番に、ラインは P の 0.8 号とフロロの2号リーダーで張ってます。使う仕掛けはこちらです。フリーリグっていう仕掛けですね。これだけ見ると正直チニングのようにも思えるんですけど、別の高級魚狙いです。よし、1投目いきます。それ、よく飛ぶ。投げたらゆっくりゆっくり巻くだけです。途中ちょっと止めたりまた動かしたり。手前は結構カキ殻地帯なので早めに回収する。引っかかったらねちょっと取れないから。おー、ボラ跳ねたボラが跳ねると嬉しい。ぴょん。ランガンスタイルでどんどん探りながら歩いていきますね。ちょっと足元はぬかるんでるんだけど。来た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 、マジ来た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 、ゴゴンって。おーおー、来ましたよ。ヒット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 。おー、あー来たー。めっちゃ暴れる。あ、でも切れないでね、切れないで、抜き上げ。よっしゃーやったー1匹目、ちょっと小型ですけど釣れました。やったー、マゴちゃんマゴちゃんいたね嬉しい。やっぱりね、このフリーリグマゴチ釣れるんですよ。よいしょー。私の狙ってた魚はこの高級魚マゴチでした。結構手前でしたね。潮止まりの2時間前ぐらいです。ちょっと小ぶりだけど測ってみようかな。42。リリースしてもいいかな。小さいもんな。まあもうちょっと大きくなってからをまだ釣れると信じて排水の陣だぜ。バイバイありがとね。大きくなれよよし、仕掛けを説明します。まずはこれ、ザ・ストッパー極み。はい、ここにつけまして、そしてデコイシンカー 7g を通します。そしたらキロフックワーム3番。チニングの時は2番ちょっと大きめを使うんですけど、今回はこちらです。そしたらワームをつけていきます。ケイテッククレイジーフラッパー 2.4。 つけ方はまず刺したら針先を出してぎゅーっと中に通したらひねってまっすぐ真ん中に刺すと。はい、こんな感じです。この一つの仕掛けでだいたい300円ぐらいです。状況に合わせてワームも変えていきますよ。いろいろ持ってきました。勾配虫、これもねいいんじゃないかと思います。色も緑系もね持ってきました。よし。で巻いてる時に重くなって、特に魚の引きじゃなければ結構ね今の時期海藻がついてることが多いので、こうやってシェイクっていうのかな、振ると海藻は落ちたりすることもあるので、たまにこうやってねシェイクさせましょう。あ、来てる。
シークで来た。ちょっと待って今説明してたら来たとシェイクでも釣れるということかな何？魚は何ですか？お、何？また来たすごいおー、サイズいい。待ってね。よいしょ。たも。いやー、暴れないでね。よいしょ。暴れないで。怖い。タモ入れ苦手。切れないでね。よっしゃーやったー。やってない。もう一回。ごめんね。よいしょ。タモがちっちゃいんだ、これ。タモが全然ちっちゃいよ。お願い。暴れないで。タモちっちゃいから。よし。オッケー。やったー。でけえ。イェイ大きいよこれ。マゴチはちょうど今が産卵期です。結構つがいでいることが多いので、これももしかしたらさっきと同じ場所だったんで、なんか溜まってるのかもしれないですねこれ大きくない？ちょっとサイズアップだよこれ。マジで釣れる。むちゃくちゃ釣れるじゃんこの仕掛け。すごいねほら、ばっくり食べてます。フリーリグのいいところはね、一回かかるとバラしにくいんですね。いやー、これは持ち帰れるサイズでしょうか45センチ以上あったら持ち帰ろうかな。おー、52あります。52やったー。持ち帰りサイズです。よかった。釣れなかったらどうしようかと思ってたけど、来てくれました。ありがとう。クーラーボックス持ってきてないので、とりあえずストリンガーで活かしておきますね。顎の柔らかいところに刺して口に通して、はい、オッケー。よし。はい、こんな感じでしっかりと刺さったら、ごめんね、お水ね。はい、オッケー。よしと。はい、元気です。元気。で、これをどっか引っ掛けておきます。潮が引いてきて下に降りれるようになったので、降りてやりますね。いたほら、これカニ、これをね確認したかったんですよ。このカニをねマゴチが食べてるんだと思います。岩めくるといるよ。ほら、めっちゃいるこの動きをワームで再現するという釣り方ですね。はい、これはモクズガニです。こういうのもねマゴチは食べてるんじゃないかと思います。だからルアーもこんな感じの動き、ゆっくりゆっくり動かす。お、乗りませんでした。当たりはあったよ今。おー、当たった。また当たったよ。乗らなかったけど。注意点としては、しばらく釣りしてるとワームがずれたりとか、あとはこのゴムの位置がずれたりするので、それだけ元の位置に直すようにします。よし、ちょっとここで別のワームに変更します。スミス勾配中グリパンチャートはい、こんな感じで。来た。なんか来たよ。お、嘘でしょなんか一瞬止めたら来ましたね。おー嬉しい。何マジか。切ったちょっと待って、カキ殻があるからね。手で掴んだ。よし、切れたから。危ない最後は私が手づかみでゲットしました。やったー。手前でラインが切れたのでカキ殻に擦れて無理かと思ったらなんかじっとしててくれたんで手でむずっと捕まえました。
はい、嬉しい。ナイスなまごちです。いやー嬉しい。今日は風が強いな。まあでもこんな日はこう波だってね、結構釣れると思う。あ、来た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 よ。また来た。おー、来ましたよ。魚だよねこれ。違う？プルプルしなかった今。なんか今ただ来てる来てる来てる。魚だ。魚来たちょうどね干潮の時間帯になりました。まだいてくれた。サイズアップ。バラさないで。やだやだやだ。どうしよう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 。バラしたくない。でかい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 。よしよしよし。ちょっと待ってちょっと待って。暴れないで暴れないで。ほっ、切れた。またもう痛い。手が痛い。エラで痛い。エラで痛い。やばい。危ない危ない。よし、オッケー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 。危なー。もう何回同じことするんだ。やっぱ手前にカキ殻あるんでどうしてもラインブレイクしますね。でも待って、さっきよりでかいんじゃない同じ仕掛けです。コバイチュウ釣れるね。よし、これもサイズ測ってみよう。さっきより対抗あるよ。よし、ここだな。はい、54センチですいいサイズ。よーし、めっちゃ嬉しい。ありがとうゆっちゃんゆきちゃんは小屋がちょっと苦手なので、ここではない場所でチュールをあげています美味しいかい？猫ちゃんは2匹いたんですが、今はこのゆきちゃんだけになりました。生まれつき耳が聞こえない猫ちゃんで、とても臆病でもあります。でも遊ぶことが大好きで、見た目よりも結構おてんばな女の子です。よし、ごちそうさまじゃあ小屋飯してくるね。いい子にしてるんだぞ。今回の戦利品は、はい、まごちです。体が上からギュッと押しつぶされたように扁平な形をしているので、ヒラメと同じくフラットフィッシュと呼ばれます。実際生活圏もヒラメ同様砂地を好みます。産卵期は春から夏にかけてで、今から9月ぐらいまでが美味しいシーズンです。形が独特なので少しさばきにくい魚ではあるんですけれども、味はすごく美味しいです。ということで今回はこちらを使って美味しい料理を作っていきます。トゲがあるのでこことか、他にも尖ってるとこがあります。毒はないけど刺さると痛いんで気をつけましょう。鱗を取ります。細かいので比較的取りやすいです。お腹の方もひっくり返して取ります。頭を落とします。ヒレとヒレの間に包丁を入れて切る。そしたらヒレを避けながら切っていく。骨は硬いので切れ目を入れたらボリッと折るように割るといいと思います。血合いもきれいに取り除く。横にして気をつけながらさばいていくんだよ。まな板に押し付けるような感じです。はい、ほら綺麗な白身。反対はこうやって同じように切っていく。頭に近い骨は硬いのでそこだけね気をつけましょう。こっちの脇腹の骨が結構厄介です。骨抜きでも取りづらい。垂直に切っちゃいます。この脇のお肉はね骨がいっぱいついてるので、あら汁とか煮付けにすると食べやすいです。さらに皮を引く時も注意。そこが楕円になってるんでこうやってね残っちゃうんですね。残ったとこは後から引けば OK。 よいしょほいはい、これで切り身ができました。フグに身質が似ているのでなるべく薄く切っていきますね。薄くが一番難しいのよね。身がギザギザになっちゃうのはもうしょうがないな。身をあんまり潰さないように慎重に。難しいな。お皿に並べていきます。よし全然綺麗じゃないし、なんか分厚いけど
まあこんな感じかな。取ってきた草、ほいこんな感じでできました。まごっちのお作り完成です。本当はね薄作りと言いたいところですが、全然薄くならなかった。難しかった。なのでお作りと言わせてもらいます。お花を飾ってちょっと春らしく仕上げてみました。今シーズン初のまごっち、味はどうなんでしょうか。ポン酢でいただきます。おいしい。旨味が強い。ポン酢の酸味がよく合ってます。身も程よい硬さがありますね。うまい。口に入れた瞬間よりも何度か噛んでた方が美味しい。だんだん旨味が強くなるという感じですね。これは絶対お刺身がいいな。分厚いよりも薄い身の方が美味しいです。この時期にしかなかなか味わえない美味しさ。はい、今回は日本酒です。大吟醸越後桜。おちょこもピンクで、いい香り。それでは皆さん乾杯。美味しい。美味しい。すごくこのお刺身に合ってます。甘みがあって飲みやすい。うまい。正直ワイルドな見た目からは想像できないぐらい上品な味。身がすごくきめ細やかでギュッと詰まっててめちゃくちゃ美味しいです。いくらでもいけちゃうな。よし、さらに料理を作っていきます。じゃがいも、新じゃがですね。お水の中に入れて茹でます。ちょっと冷ましたら皮を剥きます。ホクホクだ。ホリネーズ、ホリニシっていう有名なスパイスがあって私も好きなんですけど、それのマヨネーズバージョンです。唐揚げとかチキン系にも合いそうですね。少し塩も足しておきます。あえて味付けはシンプルでいく。スナップエンドウ、筋を取ってアスパラガス、下の方は折って両方とも軽く火を通しておく。器に切った野菜、ポテト、温野菜をのせる。追いマヨ、上から粉チーズを振りかける。卵ものせて春色ポテサラ完成です。野菜の味がそのまま楽しめるようにシンプルに仕上げました。チーズの香りが食欲をそそります。彩りも綺麗でとっても美味しそうです。続きましてまごちを食べやすい大きさに切ります。レンコン、エビ、大きそうなやつを2つ選んで、この三角のところね取ります。尖ってて痛いので。そして殻を剥いて背中の綿を取ってお腹側に切れ込みを入れて伸ばしておきます。はい、こちらこれが何かというと大好きな食材タラの芽です。今年も取りに行ってきました。トゲトゲの木の一番上に芽がありますよね。これがタラの芽です。めちゃくちゃ美味しいので毎年この時期を楽しみにしています。ちなみに今年はかなり豊作でした。ちょうど良さそうなやつを選んで、これいいね。いやー、いっぱい食べたいもんな。5つぐらいかな。よーく洗っておきます。お水につけておいたお米を炊飯します。火が消えたらタオルに包んで保冷バッグの中で蒸らします。袋の中に天ぷら粉入れます。冷たいお水入れて具材をつけたら油で揚げていく。これが毎年楽しみにしてるの。もうタラの芽は天ぷら一択です。いやー、美味しそうめっちゃ美味しそうじゃん。これが最高なんだよ。はい、揚げたてを塩でいきたい。タラの芽味見しよう。いただきます。
蒸らしておいたお米を器に入れまして、はい、ダバダバっとかけちゃうとかなりね甘くなってしまうので、軽く天ぷらをのせていきます。さらに上からタレをかけまして、よし OK できました。天丼の完成です。まごちと山菜を入れて春らしく仕上げた天ぷらをご飯の上にのせました。まごちは揚げ物にも合うのできっと美味しいはず。お水の中に骨を入れて出汁を取ります。アク取り大事よ。しっかり出汁が取れたら骨を取り出してハマグリです。大きい、肩も辛い、間違えた肩も辛いじゃなくて、殻も硬い表面に浮いてるのはこっちから出た油ですね。身は締まってるんだけど、やっぱり油も乗ってたんだな。貝の蓋が開いたら OK。 器に入れます。味付けしなくていいから簡単ですからね。ハマグリの身を、うわ粒大きい、だしを注いだら完成。骨でだしを取りハマグリを入れたお吸い物。少し油が浮いてしっかりだしも効いてると思います。すーちゃんにもこっちのお刺身どうぞ。すーちゃん白身魚大好きだったからな、今年もちゃんと釣ったよ。はい、完成しました美味しそう。彩りがすごく綺麗です。春ですねもうすぐ春ですねほい、あ失敗。こっちにカメラがあってね、いつもこうやって見せるんですけど、見せるのが難しいのよね。 OK、 いただきます。おいしい。マスタード効いてます。じゃがいもとも合うし、卵とも合うね。このホリネーズ、お野菜何にでも合うかも。お肉とかにもいいし。スナップエンドウ甘い。ポテサラはもう間違いないですね。いつ食べても美味しい。粉チーズの塩気が結構効いてます。で、味が足りなかったらなんかシーザーサラダドレッシングとかかけてもいいと思う。普通のマヨネーズと違っていろんな味と、あとマスタードの食感もあるので、なんかおしゃれなポテサラになりますね。ちょっと一旦お刺身いっとこうお醤油もあったんですけど、ポン酢がいいね、多分。うまい。そしたら天丼いきます合います。身質がしっかりしてて旨味もあるので揚げ物にもぴったり。米と合う。うまい。天丼最高お吸い物。出汁出てる。味濃い。ハマグリいきますよ。クリーミー本当に美味しい。粒でかい春を感じますね。これはもうおいちぬこ
はい、ごちそうさまでした。今回は河口でのマゴチ釣りに挑戦してきました。いや、正直4匹も釣れると思わなかったのでめちゃくちゃびっくりしました。本当にね、活性の高いラッキーな日に当たりましたね。こんな日もないとね釣り人としてはね、年に1日か2日ぐらいしかないようなチャンスだったのかもしれません。川の河口にはマゴチの他にも、ヒラメやシーバスやチルなんかもそろそろ釣れるんじゃないかと思います。今回試したフリーリグはもちろんなんですが、他にもいろんな釣り方でまた釣りに行きたいと思っています。そして現在、私ちぬこの書籍を制作中です。魚釣りと一緒に楽しめるような伊勢志摩のグルメ&観光ガイドブックです。2025年の夏頃発売予定です。インスタグラムや X でも撮影の様子をアップしていきますので、ぜひフォローをして楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。